ハロー YouTube。皆さんこんにちは、ときまるです。今日はお知らせをお送りします、皆さんに。ちょっとこういう回は珍しいんですけど。で、僕気づいたんですよね。エクストリームミニマリズムとファイヤーの相性がものすごくいいってことに。そんなの知ってるよって方ね、多いと思うんですけど。で、常々そういうことについて考えていて、で、僕のチャンネルではそんなに投資とか、なんか株とかの話って全然してこなかったんですけど、過去に1回だけかな、なんか新ニーサ、ニーサについて話してる動画あると思うんですけど、そんなしてこなかったんですよ。それは投資っていうのは個人的なもんなんで、個人でそれぞれね、自分の状況に合わせてやればいいかなっていう思いがあるからです。基本的には。でも、自分がやってるそのミニマリズムとかエクストリームミニマリズムの経験っていうのが、その投資に活かせるんじゃないかなってことを考えていて、つらつら。で、去年の年末ぐらいから、去年の年末っていうか末ぐらいからかな、ずっと書籍っていうか、文章を書いてきて、で、それがようやく完成しました。はい。で、ノートの方で、公開しています。販売しています。で、そのタイトルは、エクストリームミニマリズムでファイヤーをデザインするっていう、そういうタイトルです。その名の通り、エクストリームミニマリズム、そういうふうなミニマリストのよりもちょっと先に行ったスタイルを追求しながら、ファイヤーをデザインしていくっていうふうな趣旨ですね。そういう内容になっています。で、自分自身はそのファイヤーについては割と懐疑的な立場で、なぜなら結構リスクが高いからです。完全なるファイヤーっていうのは。まず 4% ルールっていうのが、確実に適用されるかっていうのも怪しいところがあるし、でその前提っていうのは5年に1回でも大きな出費があったらすぐ崩れてしまうっていうことが起きたりとか。で、あとは、完全にリタイアしてしまうと社会との接点がなくなりますよね。で、それによって、やっぱり精神的なリスク、病気を抱えてしまったりとかっていうことがあるのと、で、例えばその40歳でリタイアして、で、15年間しか資産が続かなかったってなると、その時間だけがですね、空いて、で、年齢は55歳になってるわけですよ。で、その空白の15年間、何もしなかった15年間、いろいろ何かしてるかもしれないけど、そこからまた社会復帰して、その自分の不労収入を得ていくっていうか、そこに戻していくっていうのは、ものすごくハードルが高いことなんですよね。それよりも、やっぱり好きなことをして、好きなことを仕事にして、地道にですね、積み上げながら、かつ資産収入を得ていくっていう風な、そういう風な、いわゆるセミファイヤーとかサイドファイヤーって言われるような立場の方が、実現可能性は高いのかなと思っています。で、どちらかというと、だから今回の文章は、そのサイドファイヤーをメインにした話ですね。を書いているのと、あとはそのエクストリームミニマリズムが、それにいかに役に立つかっていうことを書いています。でもこれもう簡単な話で、ミニマリズムよりもエクストリームなわけですから、もう明らかに生活コストとか、自分のライフコストを抑えることができるんですよね。そのミニマリズムの技を使うとね。で、それを使うことによって、単純に可処分所得が増やせるってこと。で、それを投資に回すことによって、ファイヤーが加速しますよって、もうただそれだけの話です。はい。で、それプラス、他にもいろいろ細かいことはあるんですけど、例えばミニマリズムっていうか、選択と集中の理論を使えば、株の銘柄選択が楽になったりとか、暴落におけるストレスから強くなるとかね、ストレス耐性がつくとか、なんかそういう風なものもあったりします。例えば、これ見てる方で、株やってる方とか、ニーサやってる方で、いろいろYouTube の情報とかむちゃくちゃ出てるじゃないですか。それでね、毎回、この銘柄がいいですよとか、こっちがおすすめですよみたいな感じが出てきたときに、自分が持ってる銘柄を解約したりとか売却して、なんか新しく乗り換えたりとか、そういうことをしてる方いませんか？それはもう完全に、情報によって惑わされてるってことですよね。自分の投資方針みたいなものを崩してるってことになるんですよ。で、一番やっちゃいけないことなんですよね、それが実はね。で、ミニマリストっていうのはなんていうかな、選択と集中ができていれば、それに対して迷うことがなくなるっていうね。そういうふうな、だからメンタル面とかストレスに対する耐性みたいなもの。そういうのも、ものすごくファイヤーに役立つような
感じになるから、その相乗効果が現れてくるっていう風な、そういう話です。はい。で、概要欄に詳細貼っておきますので、興味がある方、株とかニーサとかやってる方はぜひね、見てみてください。で、ちょっとね、価格高いなって感じる方もいると思うんですけど、これは自分の実際に実践している情報とか、あとはちょっと付録としてですね、自分が作った時丸田中オリジナルの資産管理シートみたいなものを今回付録で付けたりしています。なんかそういう理由もあってですね、そういう風な価格設定にしています。で、スピンアウト版でちょっと本編はまたちょっと違うテーマで今本を書き進めているので、そっちはね、割とその一般的に向けての内容にしているので、もし読みたい方がいれば、そっちをね、お待ちいただいて全然大丈夫なんですけど、だから今回のは結構コアなね、コアな人たち、エクストリームな人たちに向けてのちょっと内容にはなっています。去年のね、なんかそのウォーレン・バフェットの動画を上げたんですけど、なんか割とそれがね、皆さん見てくれて、で、割とそのミニマリズムのね、話を中心にしていたので、割とそういうなんか資産形成とか株とかの話ってあんまり僕してないんですよね、これまでね。で、それはやっぱりそれは個人でやればいいって思ってるのがあるし、で、それぞれのね、やっぱ方針で行うものっていうのがあるからっていうのはあるんですよ。ただ、なんかそれが自分がやってることとか、で、それがしかも、エクストリームミニマリズムと組み合わさると、じゃあどういうことが起きるのかみたいなものを考えたときに結構面白いなと思って、で、それをね、なんか最近つらつらと考えてます。で、先日もですね、ちょっと企画で、そういうちょっとお話をする機会があったりして、で、改めて自分のね、がどこに浪費してるのかとか、どこをもっとミニマルにできるのかとか、出費をね、なんかそういう家計のことについて考えたりするっていうのは結構、生活をする上では割と食事とか睡眠とか、そういうところがもちろん大事なんですけど、それと同じようなくらい、重要な部分ではありますよね。皆さんの中でも。で、かつ、ミニマリズムの実践とか哲学っていうものは、何にでも適用することができるので、だから食事とか睡眠とか生活環境に適用できる話もあれば、それが自分の家計管理とか資産管理とかそういうものにミニマリズムの考え方とか哲学が役に立つ場合もあるっていうことです。なんかそういうことを最近つらつら考えていて、今回の塊が文章ができたって感じです。でかなりボリュームあって、もうね、2万7千字ぐらいあるんで、ものすごく長くて、ちょっとまどろっこしいというか、ちょっと冗長性があるなって思う、感じる方もいると思うんですけど、そこはね、ちょっと一つの文章的な塊として、読んでもらえると幸いです。はい、短いですけど今日はそんな感じでお知らせをお送りしました。皆さんも良い一日をお過ごしください。ではまた次回の放送で。ファイファイ